おはようございます。おきぞです。まさかの2日連続の配信を行いたいと思います。今日は、鬼高評会の10月の6日分、5日分を撮ってまして、なんとか撮り終わったのと同時に、明日ちょっとですね、定例の土曜日のライブ配信ができないので、ちょっとせっかくやったらばということでちびも寝ましたので、少し遅かったですけどライブ配信をしたいと思います。すみません、暇な方ね、1時間ちょっとお付き合いいただければと思います。少しですね、アクリル絵の具に関して皆さんだいぶ全然出てこない、だいぶですね、皆さん使っていかれる方も増えてきたので、せっかくやったらこのチャンス逃すまいと。夏伊藤さんすみません、皆さん寝てくださいね。うちのチビは無事寝ました。そして黒が出ないというまさかのアクシデントからスタートしております。本当にごめんなさいね。いや、なんかね、本当にバタバタとしておりますけど、今からなんか絵を描くのも5分ジェスト。めっちゃ固まってる。これも使えへんわ。こりゃ廃棄やな。これはダメでした。あかん。失敗した。ね、皆さんちょっとね、だらだらお付き合い、お酒でも飲みながらですね、お付き合いください。通り雨さんも、絵描き猫さんも、こんばんはと。NK さんもこんばんはと。ニコさんも、個性の見つけ方面白かったですかね。なんか一生懸命作ったっていうか久しぶりにおしゃべりシリーズを作ったんですけど、ちょっと固めのなんかね、モデペを、もうこれも実はあれやんわ。あかんわ。あかん。全然で、あかん。あかん。あかん。すみません、準備不足ですみません。あかん。あかんで。あかん。もうやめとこう。ジェッソもう死んでるやつはどんどん捨てていきましょう。こちらのジェッソもうちょっと固めのが欲しいんですよね。あかん、これも死んでる。あかんで、ごめんなさい、ちょっと準備不足がひどいな。黒いジェッソがどっかにあるはずなんで、皆さんね、これから始めますのでね、だらだらお付き合いください。よいしょ。ジェッソもあるんですけどね、モデペンもちょっと探していいですか。ごめんなさい、絶対買ってあるんで。これがおじさん一人でやってるという、あんま大きい声出せないので、お許しいただければと思います。あれモデペあれ今ね、皆さんいっぱい集ってきているかもしれませんしね。あれジェッソモデペあれ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 とか言いながらね、諦めました。ちょっとね、アクリルも増えてきたんで、何を描かれるのか楽しみです。今日は初めから絵の具さん見れますと。ニコさんもこんばんは。 NK さんもこんばんは。久うさぎさんもジェッソの黒はありました。お酒も今日ちょっと控えめにね、焼酎2杯だけ、酎ハイ1杯と焼酎2杯だけということで、かなり控えめにスタート。稲葉さんもこんばんは。横浜の M さんも、藤山太陽さん初めてかもね、こんばんは。小鉄さんもこんばんは。久うさぎさんもこんばんは。ゆずみかんさんもこんばんは。絵の具ついた。今日ラフにやりますね。ちょっとラフに、昨日のも昨日ので僕結構面白かったですけど、ちょっと真逆のことやってみようかなと思います。もうだいぶ私の YouTube をね、一生懸命見てくださってる方ならうっすら気づいているんですけど、答えはない。答えはゆきちゃんもこんばんはと、笹葉さんもこんばんはとね。せっかくの金曜日ですけどね、飲み会もなかったのでですねどの辺かな。イタリアをちょっとペペッと書いていこうと思うんですけど、ちょっとですね、アクリル絵の具に関してだいぶ皆さんの中で、相当ハードルが下がってきたんちゃうかなと思うので、それはすごく私が目指していた部分やったりするので、
アクリル絵の具とか油絵の具とかこういうの使えとかっていうことじゃないんですよ。もうちょっと皆さん緩やかにやりましょうやって話ですよね。いつも言ってるんですけど、これじゃないといかんっていう日本人のその概念を覆したいという思いはどこかにいつもありました。教えててもね、なんかね、答えを求めたがる人があまりにも多いということで、いや、何でもいいですみたいなとこですね。で、アクリル絵の具というものに関してすごく皆さん寛容になってきているところもあるので、ちょっとこういうチャンスは逃すまいとですね、今日はですね、ちょっと高評価76枚あったんで、8回に分けて撮りました。1日かけて撮りました。絵の具さんも素敵な構図ですねと。ちょっとこの写真に対しての比率がですね、少しこっちの方がグッとしてますので、ちょっとその辺はグッとしてる感じで描きながらも描いていこうかなと思ってます。シュッ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 シュ。イタリアの古びたどこやねんっていう街ですけども、そういったところを描いていこうかなと思います。よいしょ。ビュービュー。で、アクリル絵の具を使ってちょっと下地を、硬い絵の具があればよかったんですけど、ジェッソももうあれへんなと。一応新しいジェッソを買ってあるので、ちょっと柔らかすぎるので、モデペをどこやったモデペどっか行った。まとこさんもこんばんはと。ゆうすけさんもこんばんは。アクリル楽しみですということですけども、本当に、もうちょっとラフにね、もうちょっと皆さん、絵に対して、ラフに考えていく部分も持っていかれてほしいなと。もうこれもあかんね。買った方やね。買った方、あかんわ。全部あかんわ。全部久しぶりすぎて、しんどるわ。買った方ということで、ございますと。よいしょ。パレットナイフとかね、ペインティングナイフと呼ばれるものです。ナイフもなんか丁寧にですね、あかん全部があかんわ。もう捨てよう。100円ショップも終わりでございます。山崎優子さんもこんばんは。ねえ、皆さんね、今日は土曜日という金曜日ということで、明日日曜日、そして連休でしょねえ。私もちょっとなんか予定が結構入っとるんですけどね、いろいろバタバタとね。少しジェッソ、モデペとかでもいいんですけど、少し熱くでも乾きとかを考えるとあまり熱くしすぎれないというかできないんですけども、ちょっと少し塗ってみました。早苗高橋さんもこんばんはと。佐々木さんもこんばんはと。皆さん元気ですか？パレットナイフってこういうところとかに絵の具とかついても汚れてしもたりしたら、カッターナイフがあればカッターナイフで削りこそぎ落としちゃうんですよ。よいしょ。今日昼寝をしっかりしすぎたんで多分夜寝れへんかなっていうか、もう可能ならば朝まで寝たいのでだいたい夜中起きちゃうんですよね。明日ちょっとねバタバタするので、できたら11時ぐらいまでなんとか起きといて朝まで寝たいと思いながら、こういうところねこそぎ落とすんですよ。それは油絵とかでもそうなんですけど、こうやってねこうやってこそぎ落とすと、私はオギソと言いますけどこそぎ落とすと。アージャックさんもチャッピーさんもこんばんは。皆さんねこそぎ落とすこそぎ落とす。こんなんゴミ箱の上でやってくださいね。皆さんに見えるように今やりました。でこういうところとかについてるのをもうこそぎ落とす。私はオギソと言いますけどね。よいしょ。おもんないわってね聞こえてきそうですけども。でアクリル絵の具っていうのは空気とかに触れさせたりとかすると乾きが促進されるので、ちょっと画面の中でごちょ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 とかやったりすると乾きが促進されます。よいしょ。よいしょ。
先ほどちょっとですね、メンバーの方のあれには書きましたけど、名古屋の懇親会に関して、早くメールください。もうパッとこう打ち切りますので、何人かですね、行きたかったのにもう締め切られたとかですね、いうメールが来ましたので、もう本当に最終の最終で、メールを私の方にいただければと思います。名古屋の懇親会の件ですね、メンバーの方のあれに、載せてあります。もう可能なら今日、明日ぐらいまでにはもう締め切りたいと。ね、皆さん忙しいのでですね、早くこうそういうのはどんどんこうですね、連絡いただけれると助かります。もう十分こうですね、人の数は集まってますので、若干名古屋の懇親会は、追加で募集はしますが、この今の YouTube の配信を3日後ぐらいに見た人は多分もう間に合わないかなと思いますぐらいの感じで、もうすぐこう締め切ります。よいしょ。もう漢字やってもらってる人には本当申し訳ないですもんね。ただナイフでこう塗るだけじゃなくて、ナイフで塗る。これ板に書いてます。今日は板に書いていってます。板に、ジェッソを塗ってあるようなところに、書いていってます。ピューピューピュー。こうなんかあればいいな。この5分ジェッソがこう生きてればいいなと思ったんですけどね。赤坂さん、ナイフで使った後ちゃんと掃除したらこそぎ落とす必要はないです。ないですよ。ないですよ。もちろんないですよ。使ってみてなんかこう変な線とか入ったりすると掃除がうまくいっていなかったっていうことなんで、全然5分ジェストダメですね。もう定着しそうにないので、下のこうジェストと混ぜながらなんとかこう厚塗りをしていってます。もちろんこうないですよ。手入れ僕がね、これライブ配信とか夜とかしたりとかしたらもう疲れたー言うてパターン寝たりですね、日中のライブ配信なんかでもチビが遊びに来て、そのままわちゃわちゃしてたりとかすると掃除する時間もなくて、ですねっていうことがよくありますので、もちろんないですよ。名古屋の方もね、懇親会結構こう申し込みがあって、もう今でも打ち切っていいんですけど、なんかメールっていうかですね、公表会のメールに行きたかったって来てたんで、もうこれ最終にさせてください。ね、赤い魚の方なんか幹事長代理やってね、大変だったですもんね、多分ね。ちょっとこうモデリングペーストみたいな感じに近いようなこう5分ジェスト、ギリギリこうなんとか乾かんようなうちになんとか使いながら剥ぎ取ったりとかして、今日ちょっとラフに描いていきますね。昨日もラフには描いた絵なんですけど、今日の方がちょっと中級者、昨日も中級者向けとはサムネイルに書いてたんですけど、結局やってみたら初級者向けかなと思って変えました。そんなもんですよね。ウクキャットさん、こんばんはと。HM さんもこんばんは。スキュンさん、私は絵は途中でしばしば中断するのでこびりついてしまいます。もう私もですよ。よいしょ。どうですか、杉本さんは週末はどうされますか？涼しいところに行かれますか？なんかね、九州日曜日雨みたいでですね、困ったなーなんて思ったりしてますけど、日曜日が九州地方は雨で、皆さんの地域はどうですか？よいしょ。ギュー。なんか闇雲に乗せんじゃなくて、やっぱりこう例えばここは地面のところやったりするから、あんまりこう凹凸が激しくないマチエルで、ただ光が当たっているとかで、こちらの方はこう正面を向いているところやから、正面を向いたようなマチエルをつけてみる。ちょっとそういうのはこう変化をつけながら今マチエルをつけていってます。トムさんもこんばんはと。もう洋服とかをダメにするのでってね、もう洋服はもう本当になんか汚れても服みたいなの着はった方がと思いますよ。私も今日もね、汚れて服とか着ていますけどもね。もう本当にこう画材に関してはね、皆さんの絵見てたら水彩のが合ってるとか油彩のが合ってるとか僕は感じますけどね。で、少しこう形とかをもう一回こう取り直しながら、何度も言いますけど、この書き方が正解とか僕そんなん絶対しないんで、こういう書き方もありますという提案ですね。
つも言ってますけど、提案をさせていただいているっていうことで、その辺はね、皆さんもご了承ください。正解を求めたい人には向いていないチャンネルかもしれません。一つのね、もうこうやりなさいというのが好きな方には向いていないチャンネルかもしれませんしね。私はいろんな考え方ありますよっていうね、そういうのがね、面白いんじゃないかなという、芸術とか美術とかってそういうとこが面白いですねというチャンネルでございます。いやー、インフルエンザめっちゃ流行ってるみたいですね。ちょっと心配ですね。どうするかな。インフルエンザのワクチンなんかうちに生かしたいけど、ちょっとまだ生かせてなかったら、結構今もなんか子供のワクチン接種が大変な、なかなか予約が取れへんみたいなのを報道で見て、ウィーと思いながらですね、思ってるんですけど、どないしたもんかなと思いますね。で、空なんかはそんなにマチエールとかをつけないで、初めちょっとグリザイ油というか、カマ油というか、白と黒だけで描いていっております。ビューと。悩みどころですよね。なんかね、今から取れるんかねっていうね、感じですよね。めちゃくちゃインフルエンザが流行ってるというニュースを見ます。よいしょ。こんばんは、デイサニーさん。デイサニーさんね。はい。お友達と一緒にね、お肉を送ってもろてありがとうございました。4日目ぐらい出てくるかな。ごめんなさいね、もう、少し遅めですけども。確か4日目か5日目やったような記憶があります。よいしょ。3連休で行くつもりでしたが、明日帰ります。あ、そうですか。なんかね、雨予報出てますよね。よいしょ。日曜日がなんか特に雨っぽいですね。今グリザイユという形で書いていってます。よいしょ。で、こういうふうに木板に、ジェッソを塗って、そこに書いていってるんですけども、やっぱ書いていくと絵の具が重なってきて、吸い込みみたいなのは収まってきます。大体ね。収まってきますよ。ちょっとクラクラしてきた。よいしょ。よいしょ。ピピ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 ピで、絵の具の厚い薄いみたいなのを少しつけておいて、壁なんていうのは少し厚くなっているような感じにして、でまだまだ乗せたり削ったりとかしながらですね、少しマチエールをつけたりとかしながら、こういうとこね、しっかり固まるかどうかですよね。結構筆圧を強めにして、下の絵の具もまだ動くようやったらば動かしながらとかしていってますよ。よいしょ。ガガ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 。まだ単色で描いていってます。ウィザールファさん、連日のね、お疲れ様です。いや、全然なんかね、今日も早くチビが寝てくれたんで、言うても今日は平均的かな。9時ちょうどに寝ましたけどね。本当にだいたい45分ぐらいから寝かし出すんですけど、昨日はなんか2匹ともなんか早う寝たんでですね、あれでしたけど、今日はやっぱ案の定いつも通りですね、だらだらと起きてました。よいしょ。こういうふうにマチエールをつけるということ、マチエールっていうのは絵肌と言いますけども、マチエールをつけるということをされてみてもいいかな。特にね、アクリルとかやったことないっていう人にとっては、少しマチエールっていう絵肌をつけるということでスタートするっていうのはおすすめの一つの方法かもしれませんよね。乾かんうちにこういうところのなんかね、私の手の動きのスピードとかに合わさん方がいいですよ。ちゃんと見ながら意外とちゃんと書いていますよ。スピードだけ真似する人って昔からいるんですけど、絶対無理ですから。手の動きが速いから絵が速いっていうわけじゃなく、ちゃんと的確に画面とかもやっぱ見てますので、
結構ね、ただ手の動きだけを真似するって人案外いるんですよ。これ結構失敗する一つのあれですよ。ね、こういうところの屋根みたいなとこね描いていって、またグリザイ油および釜油みたいな方法で描いていってます。よいしょ。今日はね絵の具のマチエールとかを使いながらアクリル絵の具で描いていくということをやっていこうかなと思ってます。早いの真似したい。多分天童さん無理ですよ。早いの真似したいって言ってますけど、それはやめた方がいいです。その人それぞれの成長の過程において、あると思うんで、ただ手の動きの速さとか真似しても逆にすごく成長が遅れるということは絶対にあると思います。ただ雑になったりとかします。ただ雑とかね。雑になったりすると途中の段階でまた直さんといかんかったりするんですよね。直したりとかまた書き直すとかってそっちの方が時間かかったりしますので、今日のは本当に少しラフに書くというアクリル絵の具に慣れてみたりとか、あんまやったことない人のためにまずこれぐらいの絵の具をガガガと勢いよくつけてみることもされてみてもいいんじゃないですかということを今日はお伝えしようかなと思ってます。質問あったら星印を言うの忘れてた。質問星印つけてください。頭に星印つけてもらえると気づきますので、つけてもらわんとやっぱり流れてしまいますので、できたら星印を頭の部分につけてください。なかなかね一人でやってますのでね、誰かがサポートでいたりとかすると質問来てますせみたいなことを言うてもらえますけどね、おっさん一人でやってるのでなかなか気づかないですよね。楽しいですけどね、めちゃくちゃ楽しいんですけどね、なんかミスも多いというのはもうこれしゃあないというね、許してください。少しグリザ油で色がついてきてますよね。そしてマチエールっていう絵肌ですね、絵肌がついてきているのがわかるかなと思います。いやーなんかいろいろ見てると名古屋楽しみですっていうのが非常に多いですね。なんか名古屋、福岡がもう来週からなんですけど、名古屋楽しみですがめっちゃ多いですね。ありがたいですね。福岡の方はね、去年のもしかして個展とかも結構来てくださった方も多いと思うのであれかもしれませんけど、名古屋はね、東京も去年一応ちょっとねやってますからですね、もしかして全くもって初めてという人も多いのかもしれませんし、僕のルーツがね名古屋の方にありますもんね。好評 4,5 回後と分かったので3日間はドキドキして起きずに済むのでケアさん、個性ある絵の動画勉強になりましたと。身近なものの好きをね本当になんかね個性って難しいんですけどね、やっぱり個性のある絵とかなんかね人と違うという認識をするということはすごい大事で、それがいいか悪いかね、もう皆さんはなんか人と違うことに不安を覚えるんですけど、違うってことはいいことですっていうことに気づいたら続けるためにはそれすごい大事なことなんですよね。なんか本当に今もね教育の中ではそれぞれの個性に応じたとか言うてますけどね、表面的やな思いながら見てるんですけどほんまけと思うんですけどね。なんかね、でも芸術の世界っていうのはそれがちゃんと評価につながっていく世界だと思いますので、そういうところは皆さんね、私ちょっと人とちゃうかもと思ったらそれでもやっぱ自信を持ってやっていってもいいんちゃうかなと思ったりとかします。日本はねはみ出した人に対してはもうね総攻撃かけてくるような人種なんで芸術や美術の世界だけは、少し寛容でありたいなというふうに思いますよね。違うというのが面白いということをね認知できるような社会であり続けたいとは思うんですけどね。よいしょ。とはいえね、昨日のジャニーズの会見のね、ああいうNG リストは良くなかったですよね。あれほんまかなと思ってしまいますよね。もうね、あまり時事問題言わないですけどね。
僕も正しい人間ではないので、そういう人の失敗や間違いに対してあんま言いたくはないんですけど、にしてもっていう感じがしましたよね。なんかねまああってもおかしないけどね、もうっていうのをちょっと思ったりして、ちょっとね失敗したと思ってはるかなっていう感じでですね、少し白黒で描いていきました。まあこの段階でもなんかそれっぽい雰囲気はありますけどね。モノクロの段階だけですでにかっこいい。マチエルだけでも素敵ですと。でもただ今回に関してね、ガチッと固めんといかんから、ガチッとねちょっと間が必要かなと思いますので、皆さんねちょっと質問があったら遠慮なくしてください。質問があったら遠慮なく、ちょっとね形を直すこととか、少し乾かしてる間にやれることいろいろやっていかないとですね、まあね本当にこれ配信しながらその時間である程度のとこまで持っていくということをしてますからですね。よいしょとはいえね、テレビ局とかの問題、テレビ、メディアの問題もっともちろんあると思うんですけどね、日テレさんだけはなんかその問題についての検証みたいなの昨日か一昨日ぐらい流してましたけどね。なんかね、私たちレベル庶民でもなんかその噂知ってましたもんね。よいしょ。乾燥で割れたりしませんか？乾燥で割れるアクリル絵の具ですか？まあ僕自身はあんまないですけどね。油絵ですかね。まあアクリル絵の具に関しては僕自身は今のところないですけどね。乾燥で割れる。まあ、乾燥で割れるっていうことは、まあ2つぐらい原因があると思うんですけど、一つはしっかり中側が乾かんうちに、まあ一つっていうかほぼ一つなんですけど、下の絵の具が乾かんうちに絵の具をのせていくみたいな感じで、乾燥スピードが下の絵の具と上の絵の具で違ってきた時に、ひび割れっていうのが起きるんですね。でそこのところをしっかり一層一層乾かしていくと、そんなにひび割れが起きるということは基本的には原理的にはないはずなんですけどね。僕自身はあんまないかな。なんかアクリル絵の具でわざとひび割れを起こさしますメディウムみたいなのも売ってますもんね。乾燥、油絵のことかな、アクリルかな。まあ油絵も昔はちょっとあったりしましたよね。やっぱ断丸とかを使ってた時はなんか乾燥みたいなので、途中段階でひび割れが起きるとかっていうことはありましたけど、もう最近使えないようになってきたらより全然なくなりました。もう完成油とテレピンだけ、もうほぼその2つも実はあんま使っていないというように、感じで、していってからはそんなに起こらなくなりましたよ。こんばんは。カラーを白黒で描くのは難しいですと。カラーを白黒で、ここ最近鉛筆デッサンをしていますが、どっちが軽いのと自問しながら、まあ、こんなん見た時に目細めてみて、一番白いの多分ここかなとか、2番目ここかなと、で3番目目細めてみたら白、まあ、ここかもしらんなと、まあ、1番2番そんな感じに見えてきますけどね。で3番はこんな辺かな。まあ、そこは最後は自分で決めてあげていいんですよ。この写真自体を皆さん知ってるわけじゃないし、モチーフ自体を知ってるわけじゃないので、モチーフ自体を知ってるのはその作者だけなので、その辺っていうのは本当は最後はその人本人が決めてあげていいんですよ。で別にもうこうでしたって言い切ればいいだけの話なんで、そんな嘘ついてもええので、そこはもう自分で勇気を持って言い切ってあげるということをぜひぜひしてみてください。もうその辺はね本当になんやろな、これアクリルで描くと透明水性と油彩の中間的な絵になってしまいます。油絵っぽく厚塗りするコツを教えてください。まあ、なんか今みたいに結構ナイフでゴツゴツ厚く塗ってみるのと、油絵の具っていうのは原則的にはツヤがあるもんなんですよ。でじゃあアクリル絵の具でツヤを出すとなると、メディウムグロスポリマーメディウムとか、ジェルメディウムとかね、
こういったものを使ってあげたりとかするとちょっとツヤとか出てくるので、厚塗りに関しては今だいぶ厚く塗っていきましたよね。全然乾いてへんなでちょっと厚く塗っていきましたので、もうちょっとね今日時間もそんな限られてるから、本当はこの乾かすのにほったらかして1時間ぐらいね、この間に焼酎1杯でも2杯でも飲みたいとこなんですけど、でちょっとこうツヤとかを入れてあげたりとかすると、油絵の具のような雰囲気になってくるんじゃないかなと思います。現段階をパッと見て、ね、油絵って言われたら油絵のようにも見えませんかね。でよりこうそういう風にしてみてもいいのかな。もうすでに素敵な絵ですねと。回答ありがとうございます。出遅れました。もう伊藤千恵さんも寝てますからね、ご安心ください。今日の寝顔めっちゃ可愛かったですお兄ちゃんこうやって両手をついてこうやって寝ててめっちゃ可愛かったんですけど、はい、お父ちゃんは起きました。お父ちゃんこの9時に寝てしもたら絶対夜中また起きるわなと思ったんで諦めまして、ちょっと仕事しようかなと思って、でもう日頃の仕事ね、展覧会に向けた仕事してもよかったんですけど、乾かんね乾かんねごめんなさいね、意地でも乾かそうとしてます。よし、ちょっと色をつけていきましょう。茶色、そんなに急激にこうね、今日ちょっとじゃあ油絵っぽくこう最終的には少し見えるようにしていきますのでね、街の空気感、みちみちさん伝わってきますということで、これ茶色、やばい、じいじは眠くなってきたぜ。おじいちゃんからね、これはなんやろうね、アムステルダムのイエローオカですね。おじいちゃんはちょっと眠くなってきました。よいしょ。パレットもね、アクリルはこう乾きが早いって言いますけど、絵の具の量多かったり、水をこうティッシュにつけて拭き取れば取れますんでね、ある程度ね絵の具の量をそんなにこう少なくせずにしっかりとダーンと置いていけば取れますんでね。ちょっとイエローオカとか茶系とかを水で薄くこう溶いた、感じで、これは例えば透明水彩みたいな感じで、少しこう塗っていくような感じでしていってます。で、ちょっと白とか入れてスカンブル的にしてみて、下の絵の具とかがある程度ですね、ボコボコしてるので、この隙間にこう入っていってくれると言いましょうか。試してみます。ありがとうございますということでね、だいぶやっぱね夜の方が多いですね。おじちゃんがねおじちゃんがきついというね、おじちゃんはねもうお眠でございますからね、本当にすぐ寝ますのでね。もうね、でも明日はちょっとね、いろいろあるので、頑張って朝まで寝たいというのがおじちゃんの今日の目標です。寝れない人なんですよ。不眠症なんですよ。もう昔何十年とね、あんま寝れないというのがおじちゃんです。運動不足もあると思うんですけどね。おっといついた、最悪。ちょっと水を多めに今ちょっと塗っていきます。かわいい。質問ですと、公募展出品しても NG 作家とかあるんでしょう。いや、それはあんまないんじゃないですかね。著作権的にやばいなとか、卑猥な絵とか、その作家さんの名前みたいなんで NG っていうのは僕は聞いたことはあんまない。あるのかもしれないですよ多分僕なんかが NG 作家に入っている可能性十分ありますけど、私なんかはこうなんか公募展とか応募規約に入っていて出品したら、ある公募公募のところから、いや先生を対象にした展覧会じゃないんですけどみたいなこと言われておっと言ってさ、なんかね、いや年齢的に僕 OK なんちゃうのって言ってぐちぐち言ったことありますけど、いや新人を対象としたって言われて、35歳までなんですけどって言われて、その時僕33歳ぐらいやったんで、ギリセーフやんけみたいな言うたことありますよ。だから僕がNG 作家かもしれません。通り雨さん、普通に石鹸で手を洗うと落ちますよ。通り雨さん、なんか質問ありましたごめんなさい。あった？アクリルは取れないって？通り雨さん、手についたアクリルってどうやって落としますか？なんかこれでも取れますけどね石鹸でも もちろん取れますけどね。はい、ごめんなさい、通り雨さん、気づきませんでした。洋服とかは取れないですけど、手に関しては全然取れると思いますよ。手はね、
ちょっとグレーズじゃないですけども、少し青とか茶色を入れたような感じで、今描いていっております。多分 NG 作家僕やと思いますよ、皆さんね。はい。実際に NG っていうかね、直接運営から電話かかってきたことあるのでとか言うて、いや僕もそんな10万円分の画材欲しいしみたいな、だいぶこれで限定されますね、すみません、言うたんですけどね、ブチブチ言うたんですけど、じゃあ先生好きな画材を何か一つみたいなんで、なんかちょっともらった記憶あるんですけど、ブチブチ言いました。10万円あったらなんかね、好きなもん学生になんか固定でって言えるやんかみたいなこと言ったんですけどね。はい、だいたい50万分やったかな。それでこう展覧会がちょっと絞られるんじゃないかなと思うんですけどなんかあるかな。もうすでに素敵な絵ですと。みちみさんありがとうございます。なんか油汚れに強いジョイっていうのが僕はおすすめなんじゃないかな。油汚れにジョイって言いますよね。あれでええんちゃうかなと思いますけどね。油汚れにジョイ。こうグレーズ的な感じで、水を多めにしたグレーズみたいな感じで描いていってます。先ほどまでは不透明で描いていましたけど、透明感のあるような雰囲気で描いていっております。ケアさん良かったです。ありがとうございます。先生ありがとうございます。窓辺の花とかもなく渋い通りですね。赤坂さんありがとうございます。干からびたババアなので何かあったんですか、質問。よくわからないですが、なかなかね気づかないですよ、おじいちゃんはね。でもこんな感じでもなんか雰囲気出てきませんか。ほんのね1時間とかちょびっとぐらいですけどね。赤と茶色を混ぜたら若干こう紫系なので、バーンドシェンナとウルトラマリンみたいなのを混ぜて、このこう影とかの色みたいなのを少しねやってあげるだけで、少し紫に近いような色とかにもなりますので、水でこう薄く溶いたのと不透明で描いたのみたいなのをこうね、うまいこと使い分けてあげるということをしていってもいいかなというふうに思います。天丼さんなんかわからないです。はい10年ぐらい前かな、今からな。もうちょっと前か、15年ぐらい前か。33ぐらいあったような記憶があるもんな。なんかそんな言われた。運営から電話かかってきて、はぁとか言いましたもんね。はぁとかって言って嫌われてるんで仕方ないですけどね。皆さんも嫌われないように生きていてくださいね。もう嫌われても全然ね、もうしゃあない。諦めましょうね。100円ショップの赤。よいしょ。ちょっとアクセントみたいな感じで、これ多分冷気系みたいな感じだと思いますけども、ちょっと屋根のところの赤みたいなのを少しこう描いておこうかなと、画面の中の一つのアクセントになってくるかなと思います。よいしょ。質問があればしてください。アクリルは手より筆に注意しないと、もうほんとそうね、もう筆に注意せんともうすぐガッチガチになりますもんね。カッチカチやでっていうね。ちょっとこう空とかを一旦白と青を混ぜて空の色を汚い、に、青とかを混ぜてやっていってます。じゃ筆にちょっと茶色がついてたから汚なりましたけど、下地として一層置いておくと次の層かなんかである程度こううまくいく可能性がありますので、とりあえず一層置きました。もうまだ乾いてへんか。なんか面白いでしょ。筆は最後に石鹸も使えばいいですか。もう最後石鹸とか使ってください。ぜひぜひ、石鹸とかを使ってください。で、ジェッソ。どんどんと絵の具を置いてきましたけど、また不透明の絵の具を少し置いていってみましょうね。下の絵の具が乾いても乾かんうちでもいいと思いますので、少しこう、不透明の色。先ほどのは水で多めに描いたのはどちらかというとですね、透明感のある感じですね。でそこにまた不透明の色とかを置きながら
いしょ。不透明な絵の具を置いてってます。鳥山さんが星印をコメントに入れるから僕がうっとなりますね。先生ありがとうございます。なるべくね、水にアクリルの場合はつけておくということ、本当にアクリルの場合は大事ですよ。やっぱね、もう結構アクリルで筆をダメにする問題はものすごい起きますので、ちょっとそういうのはしっかりされておいた方がいいかなと思います。まあラフに描いていってますけど、まあなんかね、それっぽくなってきますよね。それっぽく。まあ、ちょっと水を多めにしたような透明感みたいなのと不透明感みたいなのをうまく使い分けながら、描いていってます。空の色のね、このなんていうか爽やかな空みたいなのを描きたいな思ったらね、もう困ったらダイレクトチューブでもいいんじゃないかなと思います。はいというね、突っ込んでる人もいるでしょうけどね、まあね、ビューっともうもう全然絵の具乗らんと思ったら、いわゆるダイレクトチューブをしてみてもいいですよ。なんかね、その辺はね、この辺はアクリルのいいとこですよね。ジュッとバッ自分の思ってる色うまいこといけへんわ思ったらダイレクトにのせて、ただのせた後は丁寧にね、丁寧に筆致とかを生かすんやったら生かしてあげながら、描いてあげやんといかんですよ。雲の角度みたいなのもこういう角度に対して例えばこういう風にこっちの方の角度にしてあげようかなとかってしてあげたりとかですね。ブリね、ちょっと多すぎたなと、調子乗りました。ちょっと多すぎたな。白とかを画面の中で混ぜてみたりすると、アクリル絵の具の場合ってグラデーションとかつけるの難しかったりしますので、絵の具を多ければ多いほど乾きは遅くなります。遅くなるということはグラデーションとかがつけやすいと、乾きが早いとグラデーションとかつけにくい。だから絵の具の量が多ければ多いほどグラデーションですよ。グラデュエーションは卒業ですね。校舎の影芝生の上水知ってますか？尾崎豊卒業。古い人ね、40代以上雰囲気ある路地になりました。風味さんでよくれました。なんかいっぱい絵の具さん、木と植物がある場合は、白で街絵描くのは難しくないですよ。全然難しくないと思いますよ。なんかそんなに厳密に描いていないんで、今回特にね、雰囲気を描いているという感じで、何でもその難しいとか考えずにやってみて、あかんかったら削ればいいんですよ。なんか難しくないですかって質問に対しての回答としては、書いてみてあかんかったら消してみはったらっていうのがもう正解かなと思いますよ。難しくない、難しいと思っているっていうのは何かもしかして一回失敗したことがあるのかなんか分かりませんけど、いやその頃の私とは今の私はちゃうわでっていうぐらいの気持ちで、もっと成長してるんやでぐらいの気持ちでおられたらいいんじゃないでしょうか。どういうふうに難しいかちょっとね分かりません。やってみやんと僕も分からんし、やったこともあんまないから何とも言えませんが、今やってる範囲やったら多分できるやろなと頭でピョッと想像したんで、できますみたいに答えてみましたよ。あかんかったらアクリルなんか本当にガサガサっともう削ってあげてもなんかビャーっと塗ったら絵の具塗ったらもう消えますからね。了解です、頑張りますと。埼玉里さん今気づきましたと。大丈夫かな。空のダイレクトチューブ大胆すぎます。全然もう楽勝こんなもんね。一番奥の一番なんかね、もう決めたいとこじゃないですか、はっきり言ってしまうと。もうここバシッと決まってきたら、これ基準になんかいろんなものが進めれそうなんで、もうバシッダイレクトチューブをやりました。なんか決めたいとこをやったりするので、それは絵の具の物質感にしても色彩としてもなんか決めたいなと思ったところなんで、もう思い切っていきました。奥が弱くなってくる人って多いでしょ。いいんですよ、ガンっていけっていうね、気にせんといけって
でそうするとなんか手前とかの方にももっとこう積極的にいけるというかですね、怖がらずいける部分も出てきますので、一番後ろなんやけども一気にガンといったみたいな感じですね。油絵の具で渦高く絵の具をのて固めている人がいますか？どういうことやろう。油絵の具で渦高く、どういう意味？渦高くってどういうことですか？パレットになんかゴテゴテと乗せてはる人ってことかな。なんかめっちゃ高くなってる人がいるっていうことでいいのかな。松岡さんすみません。渦高くというのとちょっとそこの言葉の意味がわからないです。この青はものすごい染料です。今も描きながらなかなか色がこう微妙な色が出てこなかったんで、だいぶこう粘ってました。染料系の色やなっていうのはすぐ分かります。そういう色っていうのは微妙な色を作るのがすごい難しいです。まあなんかパレットとかで渦高くっていう言葉、パレットの上でかな、パレットね、まああんま意味ないんじゃないですかね。多分まあそこにいつもこの色置いてますよっていうので、言うだけじゃないかなと思うんですけどね。でそれでこうなんかこう掃除するの忘れてたりとかしてどんどん高くなっていってるというだけなんちゃうかなとおっちゃんは想像しますけどね。正直僕もたまにあれ見てで、かっこいいなと思いますけど使いにくいやろうなと思ったりもしながら見てますけどね。なんかねヒュッとこっからヒュッと持ってくるときに高いところからねよりこう低いところから持ってきた方がそれはいいのになと思うんですけど、渦高くというのはそういうことかなと思いますけどね。バイクをどう書くかね、書くかね。でもなんかちょっとあった方がいいよね。ここなんかね、なんかこう書いてもええかもしらんねとか。まあこう水で薄めたものと不透明で描いたものとっていうのをこう今こう関連させながら描いていってるのかなと。コージネさんすいませんね、もう幹事長代理申し訳ないです。ふみさん削ってみましたが硬くて難しいです。ふみさん別に紙やすりでも何でも何をですか？油絵ですか？アクリルですか？何でも削れますよ。決めたいところを見極める力でもね一緒に書いたから分かることもありますよね。このおじさんの決断力の速さとねおしゃべりしながら書くスピード感っていうのは多分お隣で書いてた人たちは多分びっくりされたんじゃないですか。先生ぐらいになっても絵を褒められると嬉しいですか？いやもうあんま嬉しくもうないっていうか、別にやっぱ自分の中でもっとこうしたかったなとかああしたかったなっていう感じなんで、まあやっぱ嬉しいは嬉しいと思いますけど、でもまあなんか自分の中でもうちょっとこうしとけばなんか展覧会になってそれすごい思うんですよね。やっぱこうやったかなとか、案外逆にこれなんかはそんなにこうあれしてないけどもね、時間かけてないけどもとか、書いた当時はいまいちやったけどもなんかええ塩梅になったなとか、なんかいろいろありますよ。でも褒められるどうなんかな。まあ画廊ねまた展覧会やってって言われたら個展なんかね仕事つながったなと思いますよね。もうねそこはあるかなと。また展覧会ぜひやってくれみたいなこと言われたらもうなくなったら自分から探すか、声かかるの待つか、声かかると思うんですけどね。今はある程度こうね銀座の画廊さんがずっとこう一緒にやってるから、辞めたら他のところでぜひやりたいって言ってくださってるとこがいくつかあるからですね。嬉しいかどうなんやろね嬉しいんでしょうね。わーいとか言わんけどねシュッとこうねギュッとこう、いつものようにこう短い時間ある程度1時間半ぐらいで書いてますけど、今日はちょっとアクリルをですね、書きたいという人もちょっと増えてきているので、せっかくやったらこういうふうにこう大胆にマチエールをつけていくということをしてみられてはどうですかということで、ちょっとやっていっております。こういう配信もあっていいのかななんて思いながら思ってます。
まあなんか動画化してもいいんですけどね、ちょっとその忙しいからですね、なかなか、動画を作る暇というのが今ちょっとないので、配信で申し訳ございません。ピュー。明日早めに出かけますので先に失礼しますと。いいですよ、そういうコメントは大丈夫ですよ。読むの疲れますので大丈夫ですよ。ありがとうございます。もう優しいですね、稲葉さんはね。本当ね、いい人ですよね。皆さんも大丈夫ですよ。うっかり僕が読んでしまうとね、その何秒間かね、ちょっとね、もう本当に夜も遅いので、皆さん寝る人はそっと寝ていただいていいですよ。今何時？10時か。今だいたい何分ぐらいかな、50分ぐらい書いたのかな。よし、ちょっとこれ乾かしたいね。ちょっと乾かんね。全然乾いてないね。もう乾いてない時はね、もうこうパレットナイフで、もう全然あかんわ。この先の仕事したかったんですけど、ちょっと時間かかりそうな感じがしますね。筆さばきが早いですね。まあこれはわざと早くしてるというか、もう時間が限られてるからいつもよりも早くしてますよ。50分。いや、これでなんかグレーズとかね、削り出しとかしたいんですよ。もう乾かんからね。また質問あれしてください。炭酸水をいただきます。ちょっとほんと乾かしたいですね。カリッとポリッとポリッと。よいしょ。タイムキープ力。頭の中でね、時間とかを大体こう見てやってますよね。うちの妻が言うにはタイムスケジューラーって言ってますよ。時間のある程度の中でカチカチカチとやっていくと。だからね、周りの人はね、ドン引きするというかね、嫌われるんですけどね。空の色、ポップになって素敵ですと。可愛いでしょ。で、少しこういうところとかをなんか削ってみたりとかして、初めにこうつけたマチエールみたいなのを少しこう出してみるとかっていうことを、ちょっと明るすぎるね。ちょっとこの路地の画面少し暗くしていいですか？ごめんなさいね。ちょっと待ってくださいね。カメラ制御。よいしょ。明るすぎるな。これぐらいにしようかな。適用。これぐらいのが見えますか？よいしょ。ね。で、こういうところなんか少しこう、マツエルなんかね、アクリル絵の具やからですね、乾いてたら少しこう削り出したりとかもできますしね。もう全然乾いてへんね。はじめにちょっとボコボコ塗ったところとかも削り出したりすると、こう複雑なマチエールとかねになってきますので、その絵今のままで欲しいと買いますか皆さんね。どうですか？もうちょっとこうね削り出していってますね。そうするとこう薄く水で溶いたような調子みたいなのが初めの不透明の絵の具とこううまいこと絡み合って、また複雑になって悪くないと思いませんか？アクリル絵の具って本当にこう短い時間の中でこういった表現とかっていうのできるので、天童さん、この上から油絵で描き足せますよ。描き足せてますよ。もちろんね、描き足せます。ちょっとここがね乾かんね描き足せますよ。アクリルはね、ほんと便利なところは便利ですよ。僕も日頃もちろんそんなこう、油絵の制作とかは使ってないですけども、こういうこう使い方とか、例えば少しこう、白がねあるかな。じゃあ油絵の上にアクリルっていうのは難しいですけど、このようなこれ何これ、白が欲しい。この間ね、なんかチタニウムホワイトみたいなのありましたよね。これもないかな。この間あったけどね、ちょっと今もパッと見当たらない。いらん絵の具をガンガン捨てていかないと。これがいいかな。もうこれも固まってんな。まあかごめんなさいね、ちょっと白、ジェスト以外の白を探してます。少しお待ちください。ジェスト以外の白が欲しいが、白が見当たりません。
ジェストやとちょっとですね柔らかすぎるのでちょっと硬い白が欲しいなと思って探していますが、ごめんなさい、見当たりません。もうないですね、残念ちゃんと画材は皆さんね手入れ整理をしましょうね。あれ変だ、残念、なかったです。よいしょよいしょ。空に、チェアさん、何番の紙やすりですか？何番やろね。そんなに荒くも何番かな。ごめんなさい、裏書いてへんな。多分ね、その細かくはないですよ。何番かな。多分200番前後、もしかして120番ぐらいかもしれないです。何千番とか1000とか2000とかそんなんじゃないですよ。結構粗めの方のやつを使ってます。よし、今日はこのあれを使うんだと思ってないです。そこの辺に落ちてました。後ろのその辺にそんな感じなんでごめんなさいね。でそれが細かすぎたら無理やろうと思ったけど、パッと触った瞬間にこれぐらいやったら十分かなと思って、使ってます。よいしょ。赤な白の本当に欲しいな。これか。松田さんのこの松田スーパーのこれが前回ね、何日か前にやった時、よし出た。ちょっと重ねりの白が欲しいなと思ったので、白があったんで少しこうかすらせて、またこう描いていくところみたいなのを少し描いていきながら、カラッとしたですね雰囲気みたいなのを描いていってます。こう水とかでねジャバジャバ洗ってもいいんですよ、乾いてたら。僕なんか結構こうアクリル水なんかでジャバジャバ洗ったりします。こういう状態になって、ある程度描いてきて、紙やすりとかで溶いたら、濡れたこうタオルとかで、ジャバッと拭いたりします。そんなこともできますよ。よいしょ。ありがとうございます。いろいろ試してみてください。本当にね。もう僕は結構こう本当にこうかなり自由なんでね、ちょっと荒すぎたとか皆さん思うと思いますんで、そんなに細かいので やってもあんまりこう効果ないというか、粗いので、ガサガサやったりとかします。この辺とかをこうかすらせて描いてみたりとかね。よいしょ。酎ハイをと焼酎を飲んだ男の筆さばきと思えないでしょね。本当そうですよね。夜遊びやないやとこうね、先生方から怒られそうですけどね。本当にこうね、裾野が広がっていくことが僕はこう大事なことかなと思うんですね。野球とかもね、また野球かえっていう話かもしれないけど、やっぱ人口が減ってるんですよね、やっていくね。でも美術業界ももちろんこうですね、アニメとか漫画とかそういったのはすごい大人気ですけど、ファインアートと呼ばれるようなですね、このジャンルっていうのはどうしても減ってきていると僕は思うんで、そういう裾野が少しでも広がっていったりとか、入り口としてですね、少しこう気楽に入ってこれるようなね、気楽に入るっていうかですね、手書きの仕事もおもろいやんけ、アクリル何っていう風に思ってくれたりとかしたら、もうそれだけでおっちゃんはいいかなと思ってます。そういう社会貢献活動、なんかすごい辛辣臭いな。何言うやろな。社会貢献活動ではないですけどね。なんやろな、めっちゃ辛辣臭いな。なんやろな皆さんの方にはね、匂いまでは行ってないと思いますけどね。雰囲気出てきました。どないでか。ありがとうございますと。なんか質問渡してくださいね。どうしましょうか。またグレーズいつもの感じでやります。もう眠いから寝ます。僕ももう眠いんですけど、もう今日は眠いからもうちょっと細かい部分描写して、終わりにしましょうか。1時間ぐらい経ちました。1時間。
1時間、おお、すごいね、1時間ちょうど。じゃあ少し最後、本当はこうグロスポリマーメディウムとかでグレーズまで考えてましたけど、おじいちゃんちょっと眠くなってきましたので、おじいちゃんちょっと眠くなって最後ちょっと密度を上げるような仕事ほんの少しして笑うと思いますのでね、2日連続ありがとうございました。なんか本当に質問があったら日頃こうね、うわこのおっさんこんな時にやっとるやんけということで、質問があったら遠慮なくしてください。こうね、かっこいい線を引くとかっていうのも僕の中ではね大事なことかなと思ったりとかしますので、そういったところもなんかね私なりの、かっこいい線とかね、そういうのも皆さんねなんか参考になる部分があるかもしれないしないかもしれないしね、いろいろあっていいんちゃうかなと。週末ね、今週末もね、なんかちょっとこう九州地方はこう下り坂っていう感じで言うてますけど、皆さんの地域はどうですか？少しこう暗い色で、引き締めつつもちょっと水を多めにした感じで、ちょっとずつこうグレーズする感じみたいな感じで少しこう描いていってます。どうですか皆さんの地域はね。よいしょ。今週はね、よいしょ、1時間で買い取るでっていう話なんでね、皆さんその辺をね、ご理解いただければと思います。あと少し飲むと勢いよく書けるのですがということでまあ朝に後悔するパターンですよね。朝うわっとかって言ってね後悔するパターンよくありますので、僕はもうだからねその辺分かってるので、なんか若い頃はよく飲み屋で飲んでですね、家帰ってこう罪悪感に苛まれて、うわもう飲みすぎたあかんわ、俺こんなんじゃ俺自身あかんわ思ってですね、よしやるぞ思って書いて朝起きてめっちゃ後悔するってしょっちゅうありました。今はそういうこともなくなりましたけど、やらないというかね、決めているので、それまでに全力でお酒を飲むまで全力投球。で、お酒を飲んだらもうやらないっていう風にね、今日みたいなこれはですね、本当にこう教育普及活動なので、お許しいただければと思いますけども、アクリル絵の具とかもこんな感じでこう使っていくことできますね、みたいな感じでございます。まあ考えてみたら1時間ぐらいでこないかけんねやって思うとね、なんかね面白いんじゃないですか。どうなんか知らんけどね、皆さんの感想を聞かせてください。おじいちゃんもう10時半まであんま起きてることないので眠なってきましたけど逆なんですよね。だいたいこの時間に起き出すというかですね、のぼーっと起き出すというね、もうちょっと後かな、12時から1時が最近多いですね。早まってるというね、まさかの早まるというですね。朝晩急に涼しくなりましたよね。運動会頑張ってください。運動会頑張ってくださいということですけどもね。よいしょ。うーっと。なんか質問があれば最後1にしてください。遠慮なくしてください。ほんと急に寒なりましたよね。あとインフルエンザが流行ってて、弟の方の、学級の方が学級閉鎖になったとか言ってましたもんね。と思ってですね、大丈夫かいっていう感じですよね。でたまたま夕方のニュースで注射を打ってるニュースがあって、お兄ちゃんが見てたんですけど、やりたないって言ってましたね困ったなと思ってですね、うえーと思いながらですねアクリル絵の具で描いたことないですが、油絵とどう感じが違うんでしょうか。まあアクリル絵の具はやっぱ乾きがめちゃくちゃ早いです。めちゃくちゃ早いんで、油絵の具は乾燥に何日かかかると。で、乾きが早いから良くて、乾きが早いから悪いっていう感じかなと思います。で、あと艶が基本的にはないです。アクリル絵の具はね。
でもこうツヤを出すメディウムとかもありますので、油絵の具は原則ツヤがあります。原則がツヤがあるというのが油絵の具です。油ですからね。その辺じゃないでしょうかね。まあ、多分私の動画をこれからたくさん見ていかれたら分かると思いますよ。壁の深みが出てきましたということかな。デイサニーさん、影の部分暗くしないんだなと思っていたら、線だけでどんどん明暗ついてきました。すごい。ポイントを押さえてると手数多くしなくても街の空気感伝わる。へへへへへへとかね。確かにね、今パッと見たらここの影もうちょっと暗くしたいですよね。少し暗くしましょうね。へへへへへ。まあ、茶色と青を混ぜて、少しこうグレーズ的なことをしていっています。少しね、この辺ね。ちょっとどうしてももう白が混ざってきているんで、ね、どないでっか。なんかこう、それっぽくなりましたか。ねえ、まあ、1時間とかね、そんなもんでこんな絵描くんやっていうね。このおっさんそういえば喋ってたでって感じですよね。そういうのを今日夜ね思い出してみてください。あれおっさん喋っとったでっていうね。そういうのをもうぜひ思い出してください。もう一度言いますけど、名古屋、メンバーの方で、懇親会行きたいという方、もう本当早めにください。もう、ペッと突然切りますのでね、もうこれラストチャンスなので、もう、やっぱね、もう十分人集まってますので、早めに連絡行きたいなっていう人いたら、迷ってるならもう行った方がいいんじゃないですかとか、もう行かない方がいいんじゃないですかと思いますけども、ぜひぜひ、早めに連絡ください。よいしょ。という感じで、どないでっか。どないでっか。チャーミングな絵ですね。どうですか？ NK さん、今転写後の下書きしてます。線が多くて何を描いているか分からなくなることありますか？しょっちゅうですよ。しょっちゅうですよ。だから写真僕写してないんですよ。ある程度細かになっても、まあまあ雰囲気だけ覚えるというか、もう写真写すための転写じゃなくて、その形状があるということを理解するための転写なんですよ。言ってること分かります？なんか波がこういう風になって、こう一個一個それをこう映すことなんかしてなくて、もう感覚的にこの線はこういう意思があるからこうなってるんやなっていう理解のためだけなんで、別に分からなくなってもいいわけですよ。写真を、あんまり見ないで描いてるというかですね。だからそこのところが大事なポイントなんじゃないかなと思いますよ。どうしてもね、もう写真写すってなったら、わ、この線どこ行ったん？何これとかってなるかもしれないですけど、もうどうでもいいんですよね。言ってたこと分かりました、今。すごく僕大事なこと言うたような。目安です、目安。目安として、ただあるだけという感じですよね。まあなんか、今日書いてるのはこう、不透明とちょっと水を多めにした透明感っていうので、アクリル絵の具の場合ペタッとこうしてしまうことありますけども、自分で動画を作ってますとゆうすけさん、先生の凄さを実感してますということで、ウクキャットさんも動画作られてますけど、こう右利きで右からこう撮影したら画面あんま映らないんですよね。だから左から映すようにしてるんですけど、どうしても絵を描くときこう左側を見るので、どうしてもカメラとか邪魔になるんですけど、それよりもこう視聴者、見ている人のことを考えて、なんか撮影とか僕は頑張ってしようと。そんなね、視聴回数とかね、10万、20万にいってるチャンネルじゃないので、偉そうなことなんか言えないですけど、左側から撮らんとっていうのとか、こう今もこうライトが左側のが光量を強くしてるんですよ。こっち側ね。要はこの手に対してこっち側から来る光のが強くしてると。だから、こっちなんか消すとものすごく影強いでしょ。ね。逆に、こっちなんか消すと、ね、こっち側に影が落ちるでしょうとか。そういうことまで考えてるんですよ。いやー大変やねって。
やっぱね、光とかね、音がまだうまいこといかないですけどね、なんかね、たまに割れてんなとかいろいろあるんですけど、その辺がなんかね、次の課題かななんて思ったりとかしながら、課題っていうかなかなかこう解消されなくて悩んだりとかしています。という感じでございました。楽しかったですか？土曜日ね、皆さんもうね、ぼちぼち皆さん寝てくださいね。10時ですからね、普通の人はもう寝てる時間ですよね。若い頃はね、ガンガン飲んでましたけどね、もう若くないんでですね、こんな金曜日の10時なんか 100% で飲んでましたよね。再三すみません。素敵すぎて写真欲しいんですが、載せていただけないでしょうか。素敵すぎて。まあ、ちょっと今日疲れたんで、許してください。まあ、明日以降、元気だったら、この写真ですか？この写真が欲しい。今書いてるこれですか？ね、ちょっと疲れたので。ニコさんワクワクします。つながるコメントたち。同感です。全然見てなかった。何？公表前にこういうことだぞって見せてもらえた気がしました。でしょものの理解、とても大事です。NK さんわかりました？ちえさん、私のコメントは伊藤千恵さんのコメントに反応したものでした。ふみさん、同感です。絵の方がいいです。再三すみません。素敵すぎて写真欲しいですか？つながるコメントたち、わらわら。なんかわからん。どこまで読んだかな。壁の質感作り方勉強になりました。絵の具さん、同じような風景を近所で探すのも楽しいかも。そうですよ。そうですよね。それが大事ですよ。赤坂さん、ありがとうございます。こと言ってくれました。もちろんね、写真を載せるのはできるんですけど、もうちょっとね、疲れたんでね。ギリギリのとこで、声も、今日だってもう8本撮ってますからね。40分かけ8本ですから、もう声ガッサガサですよ。でもね、明日いつも定例のライブ配信ができないから、ちょっとでも皆様のためにと思ってやったんでね、もうちょっと今日はお許しいただいたらね、ごめんなさいね、ありがたいな、サンキューベリーマッチという感じでございました。楽しかったでございます。もうほんと近くの近所でこう探すとかって、赤坂さん言ってくださった通り、ほんと似たような雰囲気の日本でもありますよ。ね。ありがとうございます。よいしょ。という感じで、いかがだったでしょうか。キャットさん、カメラの位置も光がどちらから来るかとか、描きやすい位置とかいろいろ悩ましいですとかね。描きやすいより見やすいかどうかだと僕は思いますよ。ね、その通りです。ありがとうございます。また、憎い赤を入れますねというね、赤がちょんと入ったでしょ。こういうところもね、チャーミングかなというふうに思ったりとかします。もう少しだけやりますね。すみません。この写真なんかね、載せてもいいんですけどね、もうね、本当赤坂さんおっしゃってくださった通り、本当日本でも案外いいとこありますよ。僕もそれ探してほしいなと、今日なんかこう個性についての動画上げたんですけど、そこなんですよね。そういうところでこう人のこう目線の違いみたいなのとかも個性につながると思うので、大変かもしれませんけどね、ぜひぜひ。8本撮ってライブで喋りまくり描く、すごいわ。そうでしょ。朝から、今日はね、昨日撮ってなくて、今日朝から撮って8本。だから、来週の、もう金曜日ぐらいに撮ってるやつ、声がほぼ出てないです。という感じでございました。藤山さん勉強になりました。松岡さんも勉強になりました。素敵。赤坂さんありがとうございます。ということで、ございました。勉強になったでしょうか。本当はね、グレーズとかしたかったですけど、案外悪くないんじゃないでしょうか。1時間ちょっとでございます。もう本当に素敵な週末をお送り、いただければ。昨日書いたものとちょっと比較してみてみましょう。せっかくだから。ちょっとだけ、あと2、3分で終わりますので。生体賞の全く違うタイプの絵をちょっと見せたかったんですよ。もう本当に逆ですよね。今日はこうどっちかと白でモデリングしていくようなアクリル絵の具、一方を白で、ごめんなさいね、写真消しますので、白で、白を残していくような透明水彩絵の具、全く違うでしょ。でやっぱりその画材の特性っていうのを少しこう理解していくと、描きたい絵みたいなのにつながってくると思うんですよね。でアクリル絵の具っていうのはこういうふうに厚くこう白をのせていくことできますねとか、一方透明水彩っていうのは紙の白さを生かす時にもね
グラデーションとかつけると一つのこう色に見えてきますみたいなこととか、少し勉強になったんじゃないでしょうか。皆さんぼちぼち寝ましょうねということで、ありがとうございました。毎晩ありがとうございました。サンキューベリーバッチ。終わります。終了。Good night.